それでは360度カメラの試合解説やっていきたいと思います。まず立ち上がりですね。いつも言ってますが、何を考えて何を打とうかもう決めて入っていく必要があります。立ち上がりですね。5点目打とうとしますね。これはいいです。なので、こういう感じで僕は相手が何打ってくるのかなっていうのは逆に予測できない場合は打たないっていうことがありますね。相手の反応を見てるっていうことがかなりあります。例えばここの入りなんですけど、周りにまだ入ってないですよね、ここから。まだ周りに入ってなくて僕打てない周りなんですよ、ここ。で、ここから打てる周りに入っていった時に、もうここからただ一足一刀の周りなんでワンチャン打たれるんですよね。だから左足もここから下げてます、ちょっとだけ。こう入る前で、前に入っていった時に入りすぎたなっていうところで、前に入りすぎたなっていうところで左足下げます。そうすると打たれることなくなるんで、こんな感じで相手をちょっと予測しながら、警戒しながら、いきなり打っていかないっていう戦法もありですよね。こういった誘い方。で、ここまだ僕打てないし、相手も打てない前。で、逆に今入ってきてますよね。右足、すり足でズーズーズーって入ってきたんで、あ、またこれ打たれる前に入ってると思って左足を下げるという感じ。で、1歩目。これこの前の360度カメラ、実際の稽古でも言ったんですけど、1歩目入ってきて、あ、固定でもう一回面来るなって思った瞬間にもう僕左足下げていってますよね。はい。これがさばきのスキルかなと。ギリギリでこれ当たらない間合いを把握してるんで、打たれないって感じでございます。で周りをしっかり自分が打てる間合い、相手から打たれない間合いを理解していれば打たれないっていう感じですね。ただ注意しないといけないのは松崎選手とか、大きい選手だったり、手が長い選手だったら届く可能性があるけ、もう少し半歩下がっておかないと打たれる可能性もありますと。いうところです。で、面技があるなと思ったので身長大きかったので予測しての固定打ちですね。だからここから僕この前に一瞬入るんですけど、ここで来てくれるかなと思ったんですよ。この前ですね。ここから入っていくときに、この前ですね。ここの誘いで面に来るかなと思ったんですけど、来なかったと。多分反応してないですね。だから自分勝手の固定。だから僕は相手が出てくることを想定してるんで、固定の前をつかぶってるような感じですね。ちょっとでも前に出てきてくれたら、しっかり当たります。この後打ちとかもしっかり打ってたら最高かなと思います。つかぶった後とかはチャンスなので。はい。ここ回して面ですね。先ほど固定があったんで、固定の軌道からの面です。さっき下から固定だったんですけど、固定の軌道があると、ここから回す動作が固定に見えるんですよね。そうすると、あ、下だと。固定技だと思って、ちょっと下に竹刀が下がってるの分かります？ここから回す動作で、重心が少しだけ下がります。この瞬間に。そうすると、ちょっと反応が遅れるという感じですね。でも多分これ、どう打ってきてるんで、おそらくどう打とうっていうのを最初から予測していたかもしれませんね。この逆動とかも僕が手元上がるの分かってるから打ってますもんね。今僕がフェイントに対して足でさばこうとしたところがいいです。僕がここから胴のフェイントするんですよ。この今胴のフェイントしたの分かります？ここから胴のフェイント。これ胴の左胴をフェイントしたんですけど、その時にこれを手だけで避けようとするとどうしても打たれるんですけど、ここから半歩前に来てますよね、これ。この半歩の間合いって結構大事なんですよね。打ってくる瞬間についてこられると引き技ってものすごく打ちづらいです。はい、この半歩の間合い足でさばくっていうのをちょっと意識するといいかなと。これ繋げないといけない部分ですね。今のところ。下がったじゃないですか。技僕が出しました。引き目打ってここで下がるんじゃなくて、気を繋げておいて技に繋げるっていうところが大事かなと思います。僕はちょっと迷った瞬間ですね。面にそろそろ来るかなと思ったんで、出花面狙おうと思ったんですよ。出花面狙おうと思ったんですけど、来なかったという感じですね。出花面そろそろ来るかなと思ったんで、もうこの時点で僕飛んでるんですよね。浮いてるの分かりますか？こっから出花面を狙おうと思って浮いて面に飛んでて、ここでタイミング調整してるんですよ。あ、まだ来ないな、右足でもう一回ついて、こっから飛ぼうと思ったんですけども、ここでもまだ来てないと。前にかなり入ってるんですよ、僕の中では。ここまで入ってるんで、出花面来てくれたら正直届く周りなんですけど、全く動かなかったら届かないんですよね。だから、届かないと思って、一回踏み込んで、一回左足引きつけてじゃないと打たないっていう感じですね。なので、この中でガシャンってなっちゃう。これは僕の作りミスですね。はい。
っていう感じで、予測して技出すってところが上手いので、全体的な改善点としては下半身のスピードをアップさせたりとか、気をつなげるところだったりとか、あと声の出し方ね、まだまだ改善点だと思うので、そういったところの改善をしていくことができると、ものすごく良くなるんじゃないかなと思います。あと振り幅ね、振りの強さとか、打突のスピード、キレのあたり、なんかちょっと肉体的改善、打突のポイントとかはどっちかというと上手いと思うし、さばきも結構どちらかというと上手い方だと思うので、スピードだったりキレがあるともっと嫌だと僕は感じますので、そのあたり修正してみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。